君が世界で初めてバグスターウイルスに感染した男だからだそうですね、テレビ局の人にスカウトされまして、今度新しい仮面ライダーをやって天才役がいると。なのでそれをやらないかというふうにお声をかけてもらって、でオーディションがあったんですけど、それに参加してそこで勝ち上がって決まりました。なんでその時たくさんいて、当時の飯島くんとか瀬戸くんとかもいて、そのライバルって思ってたんですよ。役がこう何個かあるって知らなくて、あんまりでどうなるんだろうと思いながらこう一緒に上がっていった感じが覚えてますね。僕の最初の役だったんで、すごくなんていうか思い出に残る役になればいいなと思ってて、初めから物語が決まっているわけじゃなくて、これから作っていくってことじゃないですか。なのでなんかどんな話になるんだろうって、どんな役なんだろうってワクワクしてました。最初は本当にその新しい開発者でこうライダーたちの助けをする、素敵な開発するお兄さんだよみたいな話を言われたんで、もうそのイメージしかなかったですね。印象深かったのは41話くらいで、なんか黒人が徹夜をしながら新しいガシャットを開発するっていうシーンだったんですけど、台本はすごくそのシーン短かったんですよ。数行しかなくて、でその時は台本には徹夜でこう武将髭が生えて操作してるって感じだったんですけど、なんか現場の感じで僕が武将髭よりも熊の方がいいんじゃないかっていうアイデアが出たりして、どんどん変わっていって、本当になんか数秒とか数分ぐらいの容量だったはずなのに、すごく面白いアイデアをみんなどんどん現場でも出ていって、なんか長く撮ってるんですよね。たくさんいろんなことをわざわざそのゲームオーバーさせてみたりとか、土管からいろんな出方してみたりとか、すごくアイデアがあってクリエイトなことをしてて面白かったですね。当時は仮面ライダーも45周年ってことでエグゼイドやってたんですが、前例がないことを黒とはやっていくべきだって思ってたんですね。なのでいろんなタイミングでそういうことを意識しながら作ってて、その時はその全裸にしようとは思ってなかったんですが、全裸を求められてるみたいな気がして、その上半身もやったから、それを超えるインパクトを映画で残さなきゃと思って全裸でやりました自分の人生の少し先を歩いている先輩って感じです。例えば自分の現実世界でこの人みたいになりたいっていう人にあまり出会ったことがないんですよ。漫画とか映画とかの世界にはいるんですけど、実際の大人というかこの人みたいになりたいなっていう人がいなかったので、自分のロールモデルみたいな存在として作りました。なので何年後かに追いついていけたらいいなという思いでやってます。なんかいやたくさんありますね。多分物事を判断する基準が創造性なんだと思うんですよ。どういうものをこの人が生み出せるかとか、新しい価値をどういう風に作るかとか。なので文章の書き方とか、その写真の撮り方とかを見てて、僕はその人のそういうクリエイティブさとかで、その人がどんな人かとかを判断する人だと思うので、その基準が結構似てると思います。そうですね。仮面ライダーエグゼイドですかね。やっぱり変身してなくてもお医者さんとして働いてる存在がもうヒーローだと思うんですよ。患者さんにとってみたら、自分のこのピンチを助けてくれるすごくヒーローだと思うので、もう変身するまでもなくヒーローをずっと続けてる。一生懸命患者さんと向き合っていつも悩んでるんですよ。そういう風な人であってほしいと思うんですね。僕ヒーローってすごくたくさんスーパーパワーを持ってて、俺が解決してあげるぜっていう存在じゃなくて、アンパンマン的な、自分をちょっと犠牲にしてでも困った人にいつも手を差し伸べられる。自分が現場の中心にいたとしても、一番力がなかったり困っている人の様子もちゃんと気にかけられている。そういう M 君とか EXILE そういう存在だと思ってたので、
もう変身しなくてもずっと好きでした。アドバイスですか？インパクトを残すのはすごくいいと思います。ただ僕は自分はインパクトを残そうと思ってやった結果があれではないので、インパクト残そうって思ってやるとちょっとだからこそ考えることとかがあったりすると思うんですよね。どうしたらいいかとかはわからないですが、それだけやっぱりそのキャラクターの一番の理解者はその人だと思うので、脚本家さんが生み出したキャラクターであってもやっぱり全部の世界の話を脚本家さん見なきゃいけないので、その人の出る言葉とか動き方とかもその人が自由に作っていいと思うので、自分の思ったようにやってみていいと思います。で、結構それが現場って忙しいのであんまり細かいところまでチェックされないんですよ。カメラマンさんもスタッフさんもいっぱいいますけど、でもそのシーンをもう何百回も見てくれるファンの方はいるわけじゃないですか。なので自分がちょっとだけ考えたアイデアは現場では理解されなくても視聴者の方には届くことが、それこそ何十年経っても伝わるものがあると思うので、そういう気持ちで誰かに届ける思いでやってもらえたらいいと思います。主人公型というやつでしたね。さっきから僕がやっぱり口に出してる創造性っていう言葉と顔が書いてあったりしたので、自分の特技として対局を見るんですよ。いっぱいいろんな話し合いしてても一番後ろに下がって全体像を見ながら話したり考えたりするのができるんで、そういう資質があるみたいな話があったんで、そこが似てるなと思いました。いや、もう人生がすごく自分の中で変わった気がしまして、1年間行ってたんですけど3年か4年くらい充実した、そんな風に膨張して感じる時間でした。とりあえず日本語を目にしないことから始めたんですよ。向こうの現地の言葉も見ますけど、なんで日本語を見ないってことはもう日本人として使ってた SNS を使わない感じなんですよ。そうするともう自分に必要がない情報がもう入らなくなるのがすごく爽快で、あえてあんまり自分から調べたりとかしなくなりましたね。僕は最近は動物園に行くのが好きで、3日前くらいも行きましたね。動物がどんな風にゴロゴロしてるかがすごく気になってて、でやっぱり夜行性の動物は昼間寝てたりするし、最近夏に行くと暑いからみんなグダグダしてるんですが、動物によってそのグダグダの仕方が全然違って、で最近ハマってるのがゴリラなんですけど、ゴリラ結構たくさんいるんですが、やっぱりでっかいゴリラって人間みたいにくつろぐんですよね。でもちっちゃいゴリラはすごくちょっかいを出すんですよ。お父さん遊んでみたいな感じで。でちゃんと付き合ってあげて肩車しながら場所を変えてこっちでゴロゴロしたりとかするのを眺めてるのが楽しかったです。僕はミステリーがずっと好きだったので、ミステリーの探偵役か犯人役かもしくは両方かやりたいです。で多分犯人役で完全犯罪をやりたいという夢があるんですよ。それをやってみたい。なんとかミステリー小説とか読むと普通の人はこう考えるよねみたいな話から推理したりとか、アリバイの話とかあるんですよ。こんなことする人いないよね。で僕はそういうこと結構してたんですよ。普通の神経の人が犯罪すると多分そういう大多数の方の枠の中の犯罪だと思うんですけど、実際そういう変なことする人いっぱいいると思うんですね。そういう人がもし犯人だった場合、そういうなんですかね、みんなから頼られてる非探偵は間違っちゃうと思うんですよ。普通の人はモーニングでパンだけを頼まないよねって言って僕頼んでたらアリバイがあるみたいになっちゃったりするから、そういうミスリードで名探偵の目を逃れて何かやる人をやりたいです。王女 M！ なぜ君が適合手術を受けずにエグゼイドに変身できたのか。なぜガシャットを生み出せたのか。なぜ変身後に頭が痛むのか。その答えはただ一つ。
君が世界で初めてバグスターウイルスに感染した男だからだはい、ありがとうございます。ありがとうございます。